お前さ、最近家事をサボりすぎじゃないのか。家事は嫁の仕事って決まってんだろ。もっとちゃんとやれよ。夫はそうやって上から私に命令してきた。やっぱりダメだな。もうお前ここから出てけ。挙句の果てにはそう言って私を追い出そうとする始末。私はもう限界だった。わかりました。それじゃあ遠慮なく出て行かせてもらいますね。それから1ヶ月が経った。おい、一体どうなってるんだ。焦り狂ってる夫に私は冷たく言ってあげた。今まで誰がローンを払ってたと思ってるの？私の名前はのぞみ、37歳の主婦だ。夫の正人とは結婚して5年になる。私たちは合コンで出会った。のぞみさんって料理とかするんですか？ええ、まあ一人暮らしが長いので。家庭的でいいですね。そうですか。俺料理とか全くダメなんで尊敬します。正人は合コンの場でそういう風に私を褒めてきた。それがきっかけで私たちはずっと話すようになった。よかったらこの後二人で場所を移して飲みに行きませんか？彼からそう言われたので私たちはバーに移動して飲みに行った。そこで連絡先を交換し、また会う約束をした。それからすぐに彼はデートに誘ってくれて、私たちは距離を縮めていった。彼は話が面白くて、いつも私を笑わせてくれる。そんな彼に私はどんどん惹かれていった。そして彼から告白をされて付き合うことになったのだ。その後、順調に交際を続けた私たち。それから1年半ほど付き合った頃、彼は私にプロポーズをしてくれた。ずっと俺のそばにいて支えてほしいんだ。俺と結婚してください。はい。よろしくお願いします。この時が一番幸せだったなと、私はこの頃のことを懐かしく思う。今では考えられないほど、私は笑顔でいっぱいの毎日を過ごしていた。それがどうしてこうなってしまったのだろうか。おい、酒が切れてるぞ。はい。やっぱり仕事を頑張った後のビールはうまいな。なんだよ、この料理ちょっとぬるくなってんな。おい、温め直せ。わかったわ。この5年の間に夫は私にものすごく横柄な態度を取るようになっていた。夫は結婚したばかりの時から亭主関白な気質があった。まず家事を一切やろうとしなかった。いや、俺料理とかしたことないし、掃除だって普通は嫁がやることだろ。夫はずっと実家暮らしだと言っていたので、まさかとは思っていたが、彼は一度だって掃除をしたことがないらしい。父さんが家事をしてるところなんて見たことないからな。家庭っていうのは嫁が家事をして夫が働きに出るもんだ。夫は今の時代に堂々とそう言ってきた。だからお前にも仕事を辞めてほしいくらいなんだよ。夫は私が結婚後もフルタイムで働いていることが気に入らなかったらしい。だが私は完全には辞めたくなかったので、時短でパート勤務に変えてもらい、家事を集中的にするようにした。私が家事を丁寧にやるようになると、夫は満足したようで、それからはしばらく何も言わなかった。そんな風に亭主関白な夫だったが、それでも私は結婚当初は、夫のことが好きだった。時折優しくしてくれて、旅行とか美味しいレストランに連れて行ってくれたのも大きいと思う。だから私は夫から大切にされていると思えていた。だが結婚をしてから5年が経った今、私たちは大きな問題に直面していた。それは夫の給料が減ったことだ。私は知らなかったのだが、夫はあまり仕事ができなかったらしい。もともとは大手企業に就職していたのだが、かれこれ10年以上、一度も昇進したことがないそうなのだ。私は彼が大企業勤務だから、給料が高いものだと思い込んでいた。そして結婚と同時に、私たちはマンションを購入していて、ローンを月々15万円も支払っていた。それは夫の給料が上がることを見越していたことだったから、
今なお給料が上がっていないのはかなりの誤算だったし、さらに不景気の影響で数万ほど下がることが予想されているそうだ。だが夫はあまり危機感がないようで、生活水準を変えようとしなかった。ねえ、もう少し家計のことを考えてほしいんだけど。私が我慢できずにそう言うと、夫はとても嫌そうな顔をした。はあ、家計のやりくりも嫁であるお前の仕事だろ。どうして俺が文句をつけられなきゃいけないんだよ。夫は私の言葉に全く聞く耳を持ってはくれなかった。だがこんな状態ではローンを支払うだけで精一杯で、とてもじゃないが生活はできない。私は仕方ないので、またフルタイムで働くようにした。実は私は看護師をしている。だから勤務形態や時間を変えることは意外と自由にできた。そして私はできる限り収入を増やせるように、週末に夜勤を入れるようにした。そうすることでかなりマシになった。だがそれと引き換えに、体はかなり辛くなった。家事は毎日やらなければならない。その上で私は、平日は3日間朝から夕方まで働き、週末の金土の2日働いた。本当に体力的にきつくて、家事を少し手を抜かないとやっていけない。すると夫は容赦なく私に文句を言ってくるのだ。お前さ、最近家事をサボりすぎじゃないのか。家事は嫁の仕事って決まってんだろ。もっとちゃんとやれよ。夫はそうやって上から私に命令してきた。こんな風に小言を言われるのはかなり精神的に来てしまう。そんなこと言っても、今は私もフルタイムで働いてるんだよ。だからなんだって言うんだ。俺だってフルタイムでずっと働いてるだろう。それを久しぶりに長く働くようになってすぐに根を上げるなんて情けない。そんな心身ともに辛い中で夫からこんな心ないことを言われるのは本当に辛かった。そしてだんだんと夫との結婚生活を続ける理由がわからなくなっていた。休みの日だって夫は最近はずっとゴロゴロしているだけだし、私に対しても優しさや愛情を見せてくれることがなくなってしまった。ローンさえなければもう少し心に余裕が出ていただろう。だがこういう時こそ人の本性は出るというか、夫はやっぱり自分のことしか考えていないようだ。私は自分の体を優先させないといけないと思い、夫に何を言われてもできる限り楽をしようと心に決めた。すると夫はそんな私を見て我慢の限界が来たようだ。おい、お前はどうして言うことを聞かないんだ。家事をサボるなって言ってるだろうが。そうやって顔を真っ赤にして怒る夫。だが私も言われっぱなしではいられない。いい加減にしてよ。私だって毎日ヘトヘトになりながら頑張ってるんだよ。私が言い返すと、夫は目を見開いてさらに怒った。嫁のくせに俺に意見するな。逆らうな。やっぱりダメだな。もうお前ここから出てけ。挙句の果てにはそう言って、私を追い出そうとする始末。私はもう限界だった。わかりました。それじゃあ遠慮なく出て行かせてもらいますね。は？だって、あなたは私に出て行ってほしいんでしょ？だから私、出て行くわ。私がそう言うと、夫は驚いた顔をしていた。だが引くに引けなかったのか、さっさと出て行けよ、とまた怒鳴った。私はとりあえず簡単に荷物をまとめて出て行き、ビジネスホテルに泊まった。数日後、夫が仕事でいない隙を狙って、大きい荷物などを運び出し、記入済みの離婚届を置いて、完全に家を出て行った。それからは一旦実家に戻り、そこから病院に働きに行くことにした。今まで家事と仕事をキャパを超えて頑張っていた分、実家で家事をしないで済む生活を送れたのはとてもありがたい。自動でご飯が出てきて、自動でお風呂が沸いていて、自動で洗濯が終わっているなんて本当に天国かと思った。おかげですっかり体調も戻り、
元気に日常を過ごせるようになった。それから1ヶ月が経った。私は夜勤を辞めて、日中だけ働いて、規則正しい生活を送っていた。どんなに頑張ってもお金がたまらなかった結婚中とは違い、今はかなりの額を毎月貯金できそうだ。これからどんどん貯めていこうと思う。だがそんな時、夫が実家にやってきた。いや、私が離婚届を置いた後、丁寧に記入した離婚届をわざわざ郵送してきたから、もう元夫だ。一体何の用？あなたとは別れたんだし、実家になんて来てほしくないんだけど。おい、一体どうなってるんだ？え？なんでこんなに生活ができないほど金が飛んでいくんだ？俺一人になったんだから、むしろ生活に余裕ができてもおかしくないだろ。なんでなんだよ。焦り狂ってる夫に、私は冷たく言ってあげた。あなたさ、私に家計のやりくりとか、お金の管理をすべて任せっきりにしてたから知らないんだね。今まで誰がローンを払ってたと思ってるの？それは俺じゃないのか。だって俺は大企業に勤めてるわけだし。あんたまさか、自分が一回も昇給していないのに、十分な給料がもらえると思ってたの？しかも不況の煽りを受けて、少し減ってたんだからね。嘘だろ。呆れた、無関心にも程があるわね。あんたの稼ぎが全く増えないから、私は必死になって働いたのよ。平日に夜勤を入れたら、あんたが、俺の朝食は？とか、なんで朝いないんだ？とか言いそうだったから、夜勤は必ず週末に入れたわ。それなのにあなたはそんな私の気遣いも全く気づかずに、金曜の夜は当たり前のように飲みに行っていたし、土日は昼過ぎまで寝て、起きてきてもソファーでずっとゴロゴロしてたわよね。それなのに平日も休日も関係なく、ビール缶を毎日3缶は開けてたじゃない。酒代だってバカにならないんだからね。そんな。俺はそんなにも身の丈に合わない生活をしていたってことなのか。そういうことよ。私が何倍も努力して、やっと普通の生活を送れていたの。そもそもあなたが、俺は絶対に出世するからって言ったから、あのマンションを購入したんじゃない。それなのに5年間何にも出世しないで、それどころか、給料が下がるってどういうこと？家を守る側の気持ちにもなってほしいくらいだわ。それなのに、家計のやりくりは嫁の仕事だとか、家事は嫁の仕事だとか、モラハラ発言をたくさん繰り返して、私を追い込んで、本当にありえないわ。私は本当に不満が溜まっていたのだろう。ここぞとばかりに元夫に全てをぶちまけていた。元夫は顔を青くしたまま、玄関先で固まっていた。私は気にせずに、それからおそらく30分くらいは、元夫に対して文句を言っていたと思う。すると今の方から父がやってきた。のぞみ、そろそろ家にあげてやりなさい。私は父の言葉で、元夫を家にあげていなかったことに気づいた。元夫は父から救ってもらったと言わんばかりに、ほっとしていた。そして私たちと向かい合って座り、元夫は真剣な顔で頭を下げた。本当に申し訳ありませんでした。まさかのぞみが家のことだけではなく、家計まで支えていたなんて知らなくて、そんな中、ひどい態度をとって傷つけてしまい、なんてお詫びを申し上げたらいいのやら。元夫はそんな感じで、謝罪の言葉を口にした。どうか私に、もう一度だけチャンスをいただけないでしょうか。今度こそはのぞみさんを傷つけないと誓います。そうやって復縁を求めてきた元夫。丁寧な口調でありながら、力強い言葉ではあるが、私はもう騙されない。それにもう元夫に対して、一切気持ちは残っていないのだ。いい加減にして。私はもうあなたのことを嫌いになっているの。もう離婚はしているし、復縁なんて絶対にありえないから。私がそう言うと、元夫は椅子から立ち上がり、床の上で土下座をした。この通りです。お願いですから、私にもう一度だけチャンスをください。
私の話を全く聞いていないこの感じ。全然変わっていない。どうせここで復縁をしても、すぐに元夫は自分勝手なモラハラ野郎に戻るだろう。それどころか私の稼ぎを当てにして、もっとめんどくさい要求をいろいろしてくるかもしれない。何を言われても無理だから、諦めてくれない？私は冷たくそう言った。だが元夫はそれでも食い下がってきた。一度は愛し合った仲じゃないか。俺たちなら絶対またやり直せるから信じてくれないか。そんなことを言ってきた元夫。どうしたらこの人は諦めてくれるのだろうか。そう思っていると、父が口を開いた。では私たちとここで一緒に暮らすことになってもいいのか。父の言葉に目を丸くする元夫。君は娘のことを愛しているから、またやり直したいと思っているんだよね。だったら娘と一緒に暮らせれば幸せなはずだ。はい、そうですが。じゃあ君がローンを組んでいるマンションは売り、この家で娘と私たちと暮らすという選択肢があってもいいんじゃないか。どうした？嫌なのかい？いや、家を売るのは。本当に家だけが理由なのか？君のさっきの表情、私は見逃さなかったよ。君は私たちと同居になるなら、再婚なんてしたくないというような表情をしていた。いや、そんなことは。父にそう言われて、しどろもどろになる元夫。私をただ利用したいだけということが、これで明らかになった。いい加減見苦しい嘘をついて、くだらない芝居をするのはやめたまえ。君はただただ今の大変な状況を、すべて娘に解決してほしいだけだろ。そんな風に娘を利用しようとすることは許さないぞ。そもそも君には一言だけ文句を言いたかった。娘からたくさん話を聞いたぞ。君が今まで娘に対してひどい言葉をたくさん浴びせてきたことを。私は娘の父親として一生君のことを許さないし、もう二度と顔も見たくない。これ以上娘に近づいたら私は何をするかわからないぞ。父の威圧に元夫はひっと消え入りそうな声で言った。話はもう終わりだ。さっさとここから出て行け。はい。すみませんでした。父の怒声に完全にビビった元夫は逃げるようにして家から去っていった。その後、元夫は自分の両親を頼ろうとしたのだが、私の父が先に話をしていたことで、元夫は大激怒した義両親から縁を切られたらしい。義両親はまともな人だったので、私にわざわざ会いに来て謝罪をしてくれた。自分の親にも見捨てられた元夫は結局マンションを手放したそうだ。だがかなりローンが残っている状態で売ったので、多額の借金を背負ったようで、現在は一人寂しく貧しい生活を送りながらローンを少しずつ返しているらしい。本当にいい君だ。一方、私は看護師の仕事を頑張り、最近給料が上がった。しばらく恋愛はいいので、貯金をしながら、両親と旅行に行ったり、友達とたくさん会ったりしながら、充実した日々を過ごしていこうと思う。っていうかなんだよさっきから。俺たちは結婚してるんだから、夫婦共有のお金だろ。ってことは俺の金なんだし文句ないだろ。夫のこの一言によって、私がかすかに保っていた夫への愛情は消え失せた。そう。そんな風に考えているのね。っていうか、勝手に本人以外が生命保険、解約するとか犯罪だからね。警察に通報するわ。あなたとも別れるから。私の名前はのぞみ、42歳の会社員だ。現在は夫の正人と娘の杏里と3人でマンションに暮らしている。夫はいつも言葉足らずで、今日も朝早くからバタバタしてしまった。夫はいきなり、今日から泊まりで出張なんだよね。と言って起きてきた瞬間に言った。何も荷造りしてないじゃん。なんでもっと早く言ってくれないの？今言った。
そうやって行動がすべて遅くて本当に頭にくる。普通、出張の準備を当日の朝にする。しかも私だって会社に行く準備があるのに。娘は小学4年生だが、夫よりもちゃんとしていて、時間割の準備も着ていく服の準備も前日にちゃんと終わらせている。夫は出かけるギリギリまで、ワイシャツがないとかネクタイが足りないだとかいろいろ言っていた。しかも自分が歯を磨いたり顔を洗ってるから荷造りを私に頼んできて、本当に迷惑だ。ここ1、2年ほど、夫の嫌な部分がとても目立っていて、なんか幻滅している。そんな感じだから離婚すら考えているほどだ。だからここまで夫に対して腹が立っているのかもしれない。普通は前日に準備しておくものでしょ。私が呆れながら夫に言うと、夫は食い下がってくる。お前が前もって準備しておいてくれればいいんだろうが。そんなことを言ってくるが、そもそも私はさっき言われたので準備のしようがないだろう。あなた、出張があるのを今言ったって言ってたじゃない。ワイシャツもネクタイも、あなたのクローゼットの右側にちゃんとかかっているわよ。もっとデザインがいいネクタイが欲しいんだよ。そんなの知らないわよ。前もって買っておいたらよかったでしょ。なんだよその言い草は。飛行機に遅れるわよ。私がそう言うと夫は舌打ちをしてスーツケースを持って出て行った。泊まりの出張なんて会社では前もって決まっているはずだ。なんでそれを今日言うかな。私は夫が忘れ物をしていないか一応、夫の部屋に行って確かめた。すると社員証が机の上に置いてあるのを発見。あれ？これって絶対に必要じゃない。私は慌てて夫に LINE を送った。社員証忘れてるよ。するとすぐに既読がついたが、返事が返ってきたのは少し遅れてからだった。別に必要ないやつだから大丈夫。本当にそうなのか。私はなんとなく怪しいなと思った。これは仕事じゃないんじゃないか。夫は過去に不倫をしたことがある。それは私が娘を妊娠している時。その時も離婚を考えたが、夫は寂しくて魔が差したと土下座で謝罪。そして私を説得するよう義実家に助けを求め、義母と義妹が私に夫と離婚しないでほしいと懇願してきた。まあその時は私も出産後、いきなりシングルマザーとして頑張れるか不安だったこともあり、離婚は思いとどまった。でも次、問題を起こしたら絶対に別れると夫に宣言し、離婚届にサインをさせて、慰謝料もその時にきっちりともらった。そして財産分与もなしという念書もきちんと書かせることにしたのだ。夫はその後は本当に反省をしたようで、私が見た限りでは不倫はしていないようだった。娘が生まれてからは娘の世話をしたり、遊んであげたりもしてくれていた。だけど娘が小学校に上がったくらいからは、仕事で残業が多くなったとかであまり遊んでくれなくなっていた。娘も父が遊びの相手をしてくれないので、最近は諦めているようだ。夫の出張のごたごたのせいでお弁当を作る時間がなかったから、私はお昼休みに会社の近くのコンビニまで買いに出た。オフィス街のコンビニはレジがとても並ぶので、一人でぼーっと待っていると、後ろの私と同い年くらいの女性の二人組が話している内容が気になった。この前、通帳を記帳したら思っていた以上に預金残高があって、びっくりして内容を見たら記憶にないお金が振り込まれていたの。誰かが間違って振り込んだってこと？私もそう思ったわ。でも個人名じゃなかったの。だから何か詐欺に引っかかったかもしれないと思って、慌ててたら思い出したの。何？加入している保険のお祝い金だって。ええ。もううっかりが過ぎるわね。ほんと、どこに返金すればいいのかしらって調べるところだったわ。そういえば私も、後ろの女性と同じタイプの保険に入ってるな。そして多分そろそろ入金されるはずだ。毎月高い掛け金を払っているんだし、
それなりに入っているはずだ。私は入金されたお金で何を買おうか迷っていた。ちょうど夫がいないんだから娘と美味しいものでも食べに行こうかな。そんなことを考えているとなんだかウキウキして今朝のことも吹き飛んだ。そして仕事後に私は銀行へ寄って通帳を記帳してみた。するとお祝い金どころか今月の保険料も引き落とされていない。どういうこと？祝い金がもらえる月って引き落としもないんだったっけ？だがそんな説明を受けた記憶はない。なんだかトラブルに巻き込まれているような気がして、私は保険会社へ電話をかけた。営業時間ギリギリだったが、なんとか電話がつながった。電話を取ってくれた女性がいろいろ調べてくれたところ、なんと私の保険が解約されていることが発覚。すでに解約金も支払い済みだとのこと。だが私の口座にそんな入金はない。しかし電話の女性はきちんと書類が揃っていて、保険会社として正しい手続きをしたと繰り返し言っている。本人の同意なく勝手に解約したなら大問題だし、ちゃんと保険会社側は対応をしているので責任はないと言いたいようだ。だがこちらも引くわけにはいかない。もう一度はっきり言っておきますが、私は解約するつもりなんてないし、その手続きをした覚えはありません。こちらも夫とかに確認はしますが、そちらも会社として担当者にちゃんと確認してくださいね。私はそう言って電話を切った。なんとなく嫌な予感がした。というのもこの保険会社を私が利用しているのは夫からの紹介で、義妹が働いているからだ。だから必然的に私の担当者は義妹だ。彼女を疑っているわけではないが、義妹が夫と結託して何かやっているんじゃないかと思ってしまう。私は家に帰宅後、すぐ夫のスマホに電話をかけた。本当に出張中で仕事をしていて、電話に出られなければそれはそれで仕方がない。だがコールオンがそこまで鳴らないうちに夫は電話に出た。おい、今仕事中だぞ。何の用だよ。夫は小さな声で怒っている。ごめん、ちょっと大事な話があって。大事な話？夫がそのように言うが、電話越しに後ろから〇〇物産展みたいな音声と明るい BGM が聞こえてきた。絶対に夫が今いる場所は仕事場ではないな。どうせ私に嘘をついているのだろう。一体なんだよ。私の生命保険が勝手に解約されてて、解約金もないんだけど何か知ってる？いや、知らないよ。もういいか。俺忙しいから切るぞ。ちょっと待ってよ。お金が振り込まれていないのに解約されてるってかなりまずいことよ。わけのわからない詐欺に巻き込まれてるかもしれないし、警察に相談しようと思うの。私がそのように言うと夫は急に慌て出した。警察？うん。だってどう考えてもおかしいし。すると夫はいきなり、あれか。あれだな。うん。俺だよ俺。と大声で言った。どういうこと？はだから俺が下ろしたんだったってこと。あ。なんでそんなこと勝手にするの？解約金はどこに行ったのよ？それは母さんに。はあ？なんでよ。だってよ、母さん実家をリフォームしたいって言ってたから。それで私の保険を解約してお金を渡したっていうの？ああ、そうだよ。夫はだんだんイライラしてきたのか横柄な態度になってきた。っていうかなんだよさっきから。俺たちは結婚してるんだから夫婦共有のお金だろ。ってことは俺の金なんだし文句ないだろ。夫のこの一言によって私がかすかに保っていた夫への愛情は消え失せた。そう。そんな風に考えているのね。だったらあなたの通帳から私が勝手にお金を抜き取って私の親にリフォーム代としてあげたらどう思うの？そんなのダメに決まってんだろ。詐欺だ詐欺。
なんで自分のことだけ棚に上げて考えているのだろうか。あんたそれと同じことしてるって自覚ある？っていうか、勝手に本人以外が生命保険解約するとか犯罪だからね。警察に通報するわ。あなたとも別れるから。私がそう言うと夫はものすごく動揺した。待てよ。悪かったって。謝るから。母さんのためを思ってたら、つい勝手にそんなことをしてしまったんだよ。へえ、私をいびりまくっているお母さんね。あなたはいつもあの人からいびられている私を守ってはくれなかったわよね。その上、最終的には私のお金を盗んでお母さんに渡すなんてありえないわ。もう何を言われても無駄よ。私はあなたのことを許さないから。そんな。のぞみ、待ってくれよ。じゃあね、もう話すことはないから。そう言って私は電話を切り、すぐに以前に夫に書かせた離婚届を提出。これでとりあえず夫とは赤の他人だ。そして私は私文書偽造罪として夫を告発。あとは警察に任せることにした。夫が不倫している可能性もあったので、今逃亡しているかもしれませんと大げさに説明して、夫が出張だと言っている期間の行動も詳しく聞いてもらうようにうまく誘導した。そして私は家にすぐ戻り、荷物をまとめて娘を連れて実家へ。両親はいきなり私が戻ってきて驚いていたが、事情を聞くと憤慨していた。元夫からは鬼のように電話が来ていたが、すべて無視してやった。後日、警察から連絡があり、元夫と元義妹が逮捕された知らされた。やっぱり元義妹は関わっていたか。警察の調べによると、元夫は私の生命保険を解約したお金を懐に入れ、そしてその協力をしてくれたお礼金として元義妹に1割あげていたとのこと。しかも驚いたことに元夫は元義母にあげていたわけではなく、別の女性にあげていたらしい。それは元夫の不倫相手で結婚を約束していたんだとか。そのお金は2人の結婚式費用に充てるつもりだったそうだ。私はとことん呆れてしまった。元夫がここまでクズだったことは逆にありがたい。未練など一切なく、別れることに悔いも残らないからだ。元夫と元義妹は私文書偽造罪として逮捕。当たり前だが2人とも会社をクビになった。そして面白かったのは、元夫が不倫していた相手は結婚詐欺の常習犯だったらしく、元夫たちと一緒に警察に逮捕されたそうだ。元夫はまさか詐欺師だったとは思わなかったようで、詐欺師のために詐欺を働いていたことにショックを受けたようだ。私からしたら本当に自業自得という感じだ。そんな中、元夫たちが逮捕された後に義母から電話が来た。ちょっとのぞみさん、あなたどういうつもり？なんでマサトたちが捕まらないといけないわけ？あんた嫁なんだからあの子たちを早く助けなさいよ。何かの間違いよ。警察は一体何をしてるのかしら。あの子は巻き込まれただけなのに。のぞみさん、早く何とかしなさいよ。ねえ、聞いてるの？相変わらずキンキンと響く声でうるさいな。騒ぎ立てる義母に私は言ってやった。あなた、誰ですか？私はもうマサトと離婚しているので赤の他人なんですが。離婚？ええ、っていうかマサトと妹さんがやったことは事実ですよ。あの人たちは犯罪行為をして私のお金を盗んだんですから。そんな。あと私、マサトさんに慰謝料と養育費請求しているので、本人が払えない場合は、お母さんたちが協力して支払ってくださいね。支払いが滞ったらすぐに弁護士から連絡が行きますから。義母は声にならない声で何やら叫んでいた。私は気にせず電話を切った。世間体を気にした義両親は、私に一括で慰謝料と養育費、
そして元夫が勝手に盗んだ解約金を私に支払ってくれた。だが今回の件で、元吉実家はご近所や職場、親戚などあらゆるところで居場所がなくなり、気づけばどこかに行方をくらましたようだ。一方、私は娘と新しくマンションに二人暮らしを始めた。今はシングルマザーとしてバリバリ働きながら娘の成長を見守っている。ご視聴いただきありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の物語でお会いしましょう。